鉄格子の中で楽しげに笑う女。あなたは彼女の笑顔の裏に隠された悲しい事情を想像できますか？ 2013 年3月22日、中国四川省成都市建設現場に張り巡らされた立ち入り禁止のテープ。警察に促され、一人の若い女性がそのテープをくぐりました。彼女の名はルオ・シャオミン。シャオミンは母親リ・フアチョン殺害の容疑者としてその現場へ実況見分に訪れたのです。現場に広げられたブルーシートの上には9つに切断された遺体が。そしてシャオミンは遺体に歩み寄ると不気味な笑みを浮かべ、こう口にしたのです。見て、私のお母さんすごく脂が乗ってるでしょ。母親の遺体を前に脂が乗っていると笑う娘。彼女をここまで歪ませた親子の確執とは。娘の壊れた笑顔の裏には誰にも言えない秘密があったんです。おさすけちゃんです。やみやみこです。というわけで、やみこさん、ほんと大変なことが起こってまして、あるサイトのログイン ID とパスワードを紛失しちゃいましたよ。Google Chrome 使ってた Chrome が覚えてたりするじゃん。サイトに入った後に別のとこでまた別の入れると上書きしてこようとするの。上書きしちゃって間違えて。履歴も残んなくて、使ってたアドレスも今や使えないアドレスで登録してたもんだから、パスワード復帰も無理で。私パスワードわかるかも。なんで怖いわ。昔多分あなたから聞かされたパスワードだと思う。言っちゃっていい？言って。西江1234じゃない？マジで頭悪いね、それ。全然違うんですけど、こういう場合ってどうしたらいいんだろう。今回使ってるのスクエアっていう決済のサイトで結構困ってまして、もしね、スクエアの内部の方とかいたらぜひね、西江までね、インスタグラムから、もしくは X から、もしくは YouTube のメール欄からね、連絡いただければと思います。今回は中国で起きた親子間の殺人事件をご紹介します。実の娘が母親を殺害し、その後ね、バラバラにしたんですけど、警察の現場検証時に、娘が遺体を見ながら、油が乗ってるって言いながら笑ってたみたいなんです。怖い。めちゃくちゃサイコパスじゃない、この娘。実は彼女はサイコパスだったわけじゃなくて、ずっと苦しみを抱えていたわけなんです。その末に今回の事件を起こしてしまったんです。詳しい経緯を見ると、彼女に対する見方っていうのも変わってくるかもしれません。逮捕時も犯人は正気を疑うほど異様な様子だったというんです。母の遺体を笑う娘。2013年3月22日、中国四川省成都市。取り調べ室では一人の女性が嬉しそうに場違いな笑みを浮かべていました。彼女の名はルオ・シャオミン。突然奇声を上げて笑い出したかと思えば、急に目の焦点が合わなくなり黙り込む。次の瞬間にはいきなり舌を出して警官を挑発する。あまりに異様なシャオミンの振る舞いは精神を病んでいるようにしか見えませんでした。これじゃ取り調べどころじゃないぞ。困惑する警官たち。彼らは何より現場での実況見分で彼女が口にした常軌を逸した一言が脳裏を離れずにいたのです。時は前日へ遡り、成都市清白工区の建設現場でのこと。なんだあれ、誰かを置き忘れたのか。作業員が目にしたのはゴミ山の上に置かれた真新しいスーツケースと大きく膨らんだ袋。彼は何の気なしにスーツケースを開け、その中身を確かめます。すると指に触れたのは毛が生えぬるぬると湿った何か。作業員はその場で腰を抜かしました。彼が手に触れたスーツケースの中身は女性の頭部だったのです。警察が駆けつけると現場は直ちに封鎖。スーツケースには全部で9つに切断された遺体が詰め込まれ、一緒に置かれていた袋には数十個もの肉片が。そして遺体の身元はすぐに特定されました。それはちょうどこの日にある人物の失踪届が提出されていたため、がん治療のために生徒に来ていた母と付き添いの姉と連絡が取れないんです。そう話すのはルオ・シャオロンという青年。警察が DNA 鑑定を実施すると、遺体の身元はシャオロンの母リ・フアチョンと特定されたのです。そこから警察は彼女が娘と2人で寝泊まりしていた安宿を捜査し、わずかに残った血痕を発見。さらに監視カメラには遺体が発見される2日前の深夜2時頃からバケツとモップを持って何度も部屋を出入りする若い女性の姿が。その女性こそが被害者フアチョンに付き添っていた娘のルオ・シャオミンでした。その後警察は成都市新徳の安アパートに潜伏していたシャオミンを発見。そしてその時の彼女の様子に思わず眉を潜めます。カビが生え、食器に虫が湧く不潔なその部屋の中で、彼女は一心不乱に大学院入試の勉強をしていたのです。
警察が踏み込むとシャオミンは怯える様子もなく不気味な笑みを浮かべながら両手を差し出しました。裸足で髪はボサボサに乱れ、全身が泥と枯れ草にまみれた異様なそのいでたち。その後の身体検査によって彼女の耳や下着には洗い落とせなかった母親の返り血が付着していることが判明します。事件について尋ねられたシャオミンはただ母は病死したと繰り返すばかり。そこで警察は実況見分でシャオミンを母親の遺体と対面させることに、両親に訴えかけて犯行を認めさせる、そのはずでした。ところがいざ現場へ向かってみると、バラバラになった母の遺体を前にシャオミンは笑いながらこう言ったのです。見て、私のお母さんすっごく脂が乗ってるでしょ。これにはベテランの警官ですら背筋が凍る思いをしたといいます。なぜ母親を残忍に殺害し、その遺体を前にして笑えるのか。答えはシャオミンが歩んできたこれまでの人生にあったのです。確かに精神的におかしくなっちゃったとしか言えないんじゃない？なぜこんな状態になったのか気になりますよね。実はね、シャオミンにも被害者の一面があったんです。優等生の闇。シャオミンは四川省水寧市の決して裕福ではない農家の出身。そして彼女が14歳の頃、その人生の転機となる出来事が訪れます。父のルオ・レンユエンが出稼ぎ先での事故で下半身不随になってしまったのです。大黒柱を失った一家を支えたのは小学校教師の母フアチョンでした。そして苦しい暮らしの中、彼女が唯一の希望としていたのは優秀な娘の存在。知識で運命を変えなさい。フアチョンは娘のシャオミンに繰り返しそう言い聞かせていたといいます。その思いからか、母フアチョンは娘に対して容赦のない厳しさを向けました。成績が下がった時には手を挙げることもあったほど。そんな母の期待に応え、シャオミンは中学を首席で卒業し、地元きっての進学校へ、そして大学で法学を学んだ後、国有企業の中国石油に就職したのです。年収約10万元、日本円にして約200万円という地方では破格の高級を手にしたシャオミン。大手企業のエリートとなった彼女は一家だけでなく村の誇りでした。ところが就職から約2年後の2012年7月、シャオミンは突然仕事を辞めて故郷に戻ります。理由を尋ねる家族や近所の人々に対し、彼女が口にしたのはたった一言。気候が合わなかったの。それ以上は何を聞いても要領を得ない返事しか返ってきません。本当に気候が合わないという理由だけで、あれほど望んだ高級を手放してまで帰ってきたというのでしょうか。実は違うのです。シャオミンの退職の本当の理由は、上司から性的暴行を受けたためでした。ある時職場の懇親会に参加したシャオミンは周囲に勧められるままお酒を飲み泥酔状態に。すると直属の上司が家まで送ろうと声をかけてきたのですが、向かった先はシャオミンの自宅ではなくホテルの一室でした。翌朝上司は通報すれば会社にいられなくなるとシャオミンを脅迫。そして黙っていれば昇進と転勤を約束すると彼女の口を封じました。しかしその約束は守られず、上司はシャオミンの席を自分のすぐ近くに移し、関係を繰り返し強要したのです。上司との不適切な関係が公になれば自分はこの会社にいられなくなる。彼女は望まぬ行為に耐えるしかない日々を送っていたのです。またそこから事態はさらに悪化していきました。上司の妻が職場に乗り込んできたのです。恥知らずな不倫女が。上司の妻は同僚たちの目の前でシャオミンを口汚く罵り、何度も平手打ちを浴びせました。シャオミンは地面にへたり込み、ただ泣くことしかできませんでした。事情を知らない同僚たちは遠巻きに冷ややかな視線を向けるだけ。こうしてシャオミンは職場での居場所を完全に失い、帰郷を余儀なくされたのです。何これ、肉体関係迫ってきたのは上司の方でしょ。なんでシャオミンが辞めなきゃなんないのよ。本当にそうですよね。被害者側がね、一方的に責められて退職に追い込まれてるわけなんで、シャオミンが本当にどれほど傷ついたかっていう話ですよ。上司との不倫の一件で実家に戻ったシャオミン。ただ本当の地獄はここからでした。事情を知らない母フアチョンはシャオミンの退職を受け入れられず、彼女を責め立てたのです。せっかくのいい仕事をしてるなんて、何のために大学に行ったのよ。父の介護費用や弟の学費、これらをシャオミンの仕送りに頼っていた一家にとって彼女の退職は死活問題。激怒した母親はシャオミンの気候が合わないという言い訳を甘えと断じ、来る日も来る日も叱責したのです。しかし何を言われようと、シャオミンは自分が性被害やパワハラにあったことを口にしませんでした。上司に関係を強要されたって言いにくいことはわかるんだけど、お母さんであればね、言ったら分かってくれたんじゃないかしら。
実は深く傷ついた人ほど本音を言えないっていう心理傾向があるんですよ。うんというわけで本日のメドラーキーワード、トキシックシェイムについて。トキシックシェイムとは、自分は価値のない人間だと自分の存在そのものを恥じる感覚。アメリカの心理療法家ジョン・ブラッドショーが提唱した概念で、日本語では毒の恥と訳されます。自分は悪いことをしたと自分の行為を恥じる感覚は、健全な恥として反省ややり直しへの意欲につながります。一方、トキシックシェイムは、自分は悪い人間で価値のない存在だと自分の存在そのものを否定する感覚に陥るのが特徴。上司から性的暴行を受け、その妻に職場で罵倒されたシャオミンは、私は汚れた女だと心に刻み込まれ、トキシックシェイムの感覚に支配されていきました。さらにこの心理の恐ろしいところは、打ち明けるほど自分の汚れが暴かれると感じてしまうこと。当事者は最も頼りたい相手にこそ真実を言えなくなってしまうのです。トキシックシェイムに陥ったシャオミンは、最も頼りたいはずの母にすら本当のことを言えず、嘘をつくしかありませんでした。しかし悪い噂は広まるもの。シャオミンは固く口を閉ざしていましたが、彼女が職場で不倫をしたという噂はいつしか家族の知るところとなります。真実を知らない母フワチョンは、娘が不純な異性交友に手を染め果てに退職したと解釈。さらに激しい言葉をシャオミンに浴びせるようになったのです。誰にも頼れない孤独の中、それでもシャオミンは諦めませんでした。彼女は現状を打開するため大学院の受験を決めます。しかしその矢先、母フワチョンの乳がんが発覚。治療のためシャオミンは貯金の約7万元、日本円にして約120万円を費やしました。さらに母の看病に追われ、この年の受験も断念することに。そして2013年1月、本格的な治療のため母と娘で成都へ移住。親子が暮らした場所は1泊15元、日本円で約300円の安宿でした。わずか3畳ほどの部屋で2人は息も詰まるような共同生活を始めたのです。貯金を切り崩しながら母の看病を続けるシャオミン。病床の母はこの状況下でも娘を責め続けました。仕事を辞めなければこんな苦労はしなかったのに。母からの容赦ない言葉にシャオミンは日ごとに心をすり減らしていったのです。お母さん、ちょっとひどすぎるんじゃない？娘の退職のことで腹が立ってるのかもしれないけどさ、こんなに必死に看病してくれてるのに。母フワチョンも大病を患ったことによってちょっと余裕がなかったのかもしれません。こうして追い詰められた2人の人生はあるより決定的な瞬間を迎えてしまうんです。言葉のナイフ。2013年3月19日、放射線治療を終えた母フワチョンとシャオミンは夜8時頃にいつもの安宿へ戻りました。そしてその闘病生活ももはや限界を迎えつつあったのです。シャオミンの手元に残されたお金は日本円にしてわずか1500円程度。明日の治療費すらもう払えない。その現実を前に親子の間に重い沈黙が流れます。最初に口を開いたのは母フワチョンでした。もう治療はやめる。田舎に帰りましょう。あんたも一緒に帰って結婚しなさい。シャオミンにとってその言葉は絶対に受け入れられないものでした。母が用意する見知らぬ男と結婚し、性的暴行の被害者だという秘密を抱えたまま、農村の狭いコミュニティでなぜ仕事を辞めたのかと一生問われ続ける。大学院へ入ってやり直そうと考えていたシャオミンにとって、母のその言葉に従うことは人生の敗北を意味していたのです。そしてシャオミンは断固として母の言葉を拒絶しますが、この後に及んで話が通じるはずもありませんでした。本当にお前はなんて恩知らずな子なの。あんなにいい仕事を勝手に辞めるからこうなったのよ。不倫して家に泥を塗って反省の一つもしないで。田舎に帰ろうという言葉に反論したシャオミンに向かい、母フワチョンは顔を真っ赤にして罵声を浴びせる。やめて。シャオミンはうなるようにそう言うが、まくし立てる言葉は止まらない。シャオミンの手から母のために剥いていたリンゴがこぼれ落ちる。彼女はうつむき、ナイフを持つ手を震わせていた。やめて、もう黙ってよ。そう叫ぶとシャオミンはそのナイフで母の喉を突き刺した。母の喉めがけ続けざまにナイフを突き立てるシャオミン。母フワチョンは声を上げる間もなくベッドに倒れ込み、数秒もがいた後動かなくなった。血まみれの母を見て我に返ったシャオミンは取り返しのつかないことをしたことに気づき、恐怖にその身を震わせます。こうなったらお母さんと一緒に私も。一度はそう考えましたが、もし自分がいなくなったら弟や寝たきりの父は誰が支えていくのか。そう思い直したシャオミンは事件の隠蔽を決意するのです。シャオミンは布団やシーツをドアの隙間に詰め込み、血が外へ流れ出ないようにしました。そして部屋中のあらゆる刃物を駆使し、遺体を9つの部位と肉片に解体。事件の発覚を遅らせるため、部屋と共用の洗面所を十数回も往復し、部屋の血を洗い流していきました。犯行から2日後、シャオミンは宿の裏門から遺体を運び出し、
西博工区の建設現場に行き、新徳の安アパートに潜伏した末、警察に逮捕されたのです。気になるのは逮捕時や取り調べでシャオミンが狂気じみた言動を見せたこと。彼女は決して精神を病んでいたわけではありません。それは心神喪失ではなく、方角を収めた彼女による原型を狙った計算づくの演技だったのです。演技だったわけね。何もかもうまくいかなくなっちゃって精神的に参っちゃってたのかと思ったわよ。殺人は絶対に擁護できないんですけど、精神的におかしくなっても無理はないって思うくらい本当に苦しい人生ですよね。結局シャオミンは精神鑑定によって精神疾患なし、責任能力ありと判断されますが、彼女は演技が通じなくなった後も黙秘を貫きました。しかし最終的には唯一信頼していた叔父リ・フアミンに説得され、ようやく犯行を認めたのです。人生を間違えました。お母さんと家族に申し訳なく思います。シャオミンはそう口にし、人目もはばからず泣き崩れました。事件から1年後の2014年3月、シャオミンに下された判決は2年の執行猶予付きの死刑。彼女は服役中の態度が良好だったことから、その後無期懲役へと減刑されました。シャオミンが本音を隠し続けた相手は、皮肉にも一番頼りたかったはずの母親でした。しかし一番頼りたかったはずの母はいつしか一番の苦しみに。あの夜、彼女が本当に消したかったのは、母の目に映る汚れた自分だったのかもしれません。本当は傷ついているのに、表向きは大丈夫と笑ってしまう。自分が汚れていると知られたくないから何も言えなくなってしまう。シャオミンほど極端でなくとも、私たちもまた誰にも明かせない傷を抱えて生きているのかもしれません。一番近い人だからこそ言えない。あなたにはそんな経験はありませんか？いつもね、皆さんご視聴ありがとうございます。というわけでちょっとね、今回ね、ある募集をかけたいと思いね、ちょっと動画を撮らせていただいてるんですけど、この度ね、私、ケンちゃんの方で、付き人、もしくは秘書、両方ね、ポジションとしてね、ちょっとやれる方をね、募集してます。で、基本的には、秘書とか付き人ね、経験者じゃなくても OK です。僕が一番大事にしてるのは、もう僕が教えれること全部教えます。そう、マーケティングとか、業務としては雑務もあると思うんですけど、ほんとスケジュール調整とか、いろんなことあると思うんですけど、僕が持ってるスキルはもう全部お伝えするんで、もうどっちかというとね、成長意欲だったり、一番大事に思ってるのは、もうこいつを支えたいなって思える方、もうこいつが成長するとこ見たいなみたいな、そういう方、男女問わず募集してるんで、もうそんぐらいやる気がある方、僕としてもめっちゃ大事なポジションなんですよ。つまり僕が動けない時にやってもらいたい仕事もあるし、普段僕が今やってるようなことを任せたいなっていうポジションでもあるし、結構僕のいろんなね、情報とかを渡さないといけないんで、そういう責任感を持ってね、やってくれる方。だからなんとなく楽しそうだなみたいな人は難しいかなと思うんで、自分の中で未経験なんだけど、ちゃんとこう成長したい。もしくは経験者でこういう価値提供できますっていう方はね、ぜひね、応募していただければと思いますし、時間だったりとか、報酬っていうところはね、できるだけ希望に添えるようにね、しますんで、僕は僕で何かそうやって提供できるようにしますし、それでこう一緒にね、チャンネルも含めて、会社も含めてね、一緒に成長できるようなところをね、見たいなって、自分の力で支えたいなっていうね、そういう方はね、ぜひね、固定コメント、そして概要欄のね、応募フォームからね、応募していただければと思います。それぐらい僕ね、真剣に募集してるんで、ぜひね、やる気ある方、ご応募いただければと思います。ありがとうございました。